こんにちは。日本語クラスです。今日のニュースのテーマは富士山。富士山です。はい。この写真は富士山の写真です。とても綺麗ですね。はい。昨日ニュースとして富士山のお話をしました。はい。ですので今日はその富士山のニュースパート2です。はい。昨日まだお話ししなかった大事なことがありました。はい。そのお話を今日はしたいと思います。はい。そのパート1ですね。昨日お話ししたのはこれです。はい。昨日はもう本当にポッドキャスト聞くことに集中してもらう練習をしました。はい。昨日お話ししたニュースは富士山に登りたい人はお金を払う必要があります。そしてそれはオンラインでチケットが買えますという話をしました。はい、もっと詳しくはこの YouTube を見てください。パート1です。これがパート1です。はい。今日は、なんでじゃあお金払わなければいけないとか、もうちょっと詳しい情報をお話しします。これちょっと皆さんにも関係があります。はい。ですので、ぜひ聞いてください。そして今日は、聞くではなくて、できれば一緒に読んでみましょう。私と読む。はい。読む練習をしてみましょう。はい。日本語のニュースを読むです。はい。じゃあやってみましょう。ですが私一回読みますので、何も見ない、ここを見ないで耳だけでどのくらいわかるかをチェックする。それからもう一回見るでもいいと思います。はい。一緒に私と意味を確認しましょうね。じゃあ行きます。最初読みます。はい。富士山の和歌山って言いました。ごめんなさい。富士山の山梨県です。失礼しました。富士山の山梨県側の登山口、吉田ルートは去年7月から9月までの夏山シーズンの期間中におよそ14万人の登山者が利用した。登山者数が新型コロナウイルスの感染拡大前とほぼ同じ水準に回復する中で問題になっているのが登山者のマナーだ。はい、まずここまでです。はい、どうでしょうか。耳だけで聞いてどのくらいわかりましたか？はい、じゃあ行きましょう。意味を確認します。富士山ね、富士山の、山梨県側、はい、これ昨日の YouTube でも話しましたが、富士山は大きいので山梨県というところから登ってもいいし、静岡県という隣の県、まあ近いんですけどから登ってもいいしという登る道がいくつもあります。はい、それで山梨県という方から登る、その登山口です。こう口は入り口ってことですね。山を登る入り口、ゲート、そちらの、名前が吉田ルートという名前がついてます。はい。吉田ルートというのはこれですね、人気なんですね。はい、すごく人気な道。はい。で、吉田ルートは去年7月から9月までの夏山シーズンの期間中の間にですね、この夏山シーズンというのが、毎年7月から9月だそうです。この2ヶ月間に、登っていいと。暖かいからですね。はい。で、その2ヶ月の間におよそは約大体ですね、およそ14万人の登山者が利用した。うわー、すごい。すごいですね。2ヶ月だけで14万人の人が登ったっていうことです。はい。これ他の道もありますから、行き方ね。他のもあるから全部で合わせたらね、もっともっと
登ってる人はもっと多いけど、この道使った人は14万人いるってことです。はい、これはもちろん日本人だけじゃなくて全部外国の人も入れての数のようですね。そして登山で失礼しました。登山者数ですね。登山者数が新型コロナウイルス。はい、大丈夫ですね。これね、コロナウイルスです。日本語だとこういうふうに言いました。新しいタイプということで、新型コロナウイルス、はい、の感染。大事ですね。これもね、うつる。人から病気をもらってしまうっていうことですね。感染拡大、広がるですね。病気になる人が増える前とほぼ同じ水準。水準はこれはレベルの意味です。そのぐらいのレベルの意味です。これは N2 の語彙です。はい、とても大事。はい、読み方も覚えておくといいです。ほとんど同じレベルに回復する中で、回復はまた良くなるですよね。元気になるの時も言いますね。回復しました。病気治りました。回復してます。ね、言いますね。だから、もう一回ここまでちょっと意味確認すると、山を登る、富士山を登る数、登る人の数が、新型コロナウイルスがみんななってしまうと、パンデミックになる前とその前です。だからコロナが始まる前と今の、富士山登りたいという人は前とほとんど同じ数ぐらいに増えているということ。はい、やっぱりコロナウイルスの時は登る人がもちろん減りましたが、また増えてます。前と同じくらいに増えているという意味です。同じくらいに増えている中でというのは今その状態でということです。どんどん人が増えている、前に戻っている状態で、そして今問題になっているのが登山者のマナーです。はい、山登る人のマナーが問題がある、何か良くないことがあるということですね。はい、じゃあ行きましょう。どんな問題？はい、読みます。じゃあここはじゃあ見なくてもいいですよ。一回耳で聞いてもいいと思います。じゃあここ全部読みます。はい。夜通しで一気に山頂を目指す、いわゆる弾丸登山をする人や、登山道で仮眠したりゴミを捨てたりする人もいて、山梨県はその対策として今年の夏山シーズンが始まる7月1日から登山できる時間や人数を制限することを決めた。はい、ここまでです。はい、どのくらい分かりましたか？はい、さっきこの登山者のマナーが問題ですと言いました。で、どんな問題かがここに書いてありましたね。夜通しで一気に山頂を目指す。はい、これ、ここ一気という言葉が N2 の語彙で大切です。はい。夜通しといったら、これは皆さん意外と聞いたことないかもしれないですね。でも意味は多分ちょっと分かりますね。うん。夜から朝までそのままずっと休まないでの意味です。夜通しで寝ないでってこと。夜通しで遊ぶとか言ってもいいです。寝ないで夜からずっと朝まで遊んでましたとかでも OK。夜通しで、一気にもこれも止まらないでそのままずっとという意味です。一気に。はい、読み方はこのいつきじゃなくて小さいつになります。一気、一気に何々するって言います。はい。夜通しで一気に山頂を目指す、山の一番上を目指す、目標にする、ゴールにするですね。目指す。はい。いわゆるはこれは N1 ぐらいの読解で出てくることありますね。
いわゆるは意味はつまりですね。つまり弾丸登山をする人、この休まないで夜から朝までずっと歩いて山の富士山の一番上まで行こうとする人のことを弾丸登山という名前ですで呼んでます。はい、すごいですね。でもね、これ結構問題になってるんです。確かに、夜暗い時から寝ないで歩き出して、そのままずっと朝には一番上に到着すると思うと言って行ってしまうもので、それ弾丸登山だけど、結構多くの人が途中で気分が悪くなってしまって、レスキューを呼んだりっていうのも多いらしいです。はい。で、そういうことをする人とか、登山道、山を登る道ですね。登山道で仮眠は、これは眠だから睡眠の眠。はい。で、仮にだからちょっと寝るってことです。はい。道で寝てるんです。やっぱり夜ですかね。道で寝てたり、ゴミを捨てたりする人もいて、はい、これも大きな問題になってます。はい。で、山梨県はその対策として、対策だから、対策はこういう問題をなくす方法を考えるっていうことです。はい。対策として今年の夏山シーズンが始まる7月1日から登山できる時間とか人数、何人登っていいですよを制限する。もう何でもいいですよ、何人でもいいですよじゃなくて、もうここまでしかダメって、何人までって決めました。はい、ということです。だからこれすごい大きなニュースですね。本当にこの弾丸登山というのはよく見ます。残念ながらですね、これは外国人の人がよくやってしまうらしいです。登山、富士山がねそんなに高くないだろうと、多分できる、夜頑張れば登れると思って行ってしまう人とか、途中で小屋があるんですけど、泊まる部屋があるんですけど、それを予約してなかったからもう歩くしかないから頑張って歩いてますとか、で大体そういう人が病気になっちゃうんですね。だからやっぱりレスキューの人とか大変、もうそんなねずっと助けに行けないし、いろんな問題につながるので、やっぱりどうしようって思って、やっぱり制限しましょうとなったらしいです。で、そして具体的にはときました。はい、じゃあ具体的にどういうことか聞いてみましょう。具体的というのは詳しくはということですね。じゃあまた読みます。はい。具体的には標高2300メートルの5合目にゲートを設置して、登山者数の上限を1日あたり4000人とし、午後4時から午前3時までの間はゲートを閉めることにしている。はい、そうです。これはもう本当に昨日の YouTube でもお話ししてない詳しい話ですね。はい。詳しくどういうことをするかというと、標高というのはこの山の高さですね。山の高さ、富士山もっと高いけど、その途中のとこの2300メートルのところの高さってことです。のところに何々合目っていうのは順番なんですけど、1合目2合目3合目と順番がついてるんですが、そこが5合目というところなんですね。でそこにゲート、入り口ですを設置、置いてですね、セッティングして、登山者数の上限、これも N2、N1 でよくどっかに出てきますね。上限は何人までです、ここまでです、マックスはここまで、これ以上はダメっていうことです。上限、反対はもちろん下限です。一番下、下の感じです。これは上の人数、何人まで OK ですは
1日あたり1日だったら4000人です。4000人までは登っていい。そして午後4時から朝の3時までは入り口を閉めますと言ってる。はい、だからこれがあれば夜から登りに行って、危険な人、登りに行く危険な人っていうのはそうできなくなりますので、これはいいことですね。はい、じゃあ続きいきましょう。もうちょっと。はい。これも私読みます。皆さん見なくてもいいです。一回読みますね。また、ゲートを通過する際には、1人当たり2000円の通行料を徴収することにし、通行料を支払ったかどうかはリストバンドを身につけてもらい確認することにしている。はい、ということです。はい。ここいいですね。難しい言葉が出てきてます。これは実は N1 の語彙です。はい。まず上からいきます。またって言ってるんですけど、このまたは、前の話から続いているプラスアルファの意味のまたです。そしての意味。そしてゲートを通過する、通るですね。通る際は何々する時ですね。通る時には1人当たり1人一人で、でじゃないです。一人ってこと。一人は2000円のお金を通りますというお金を徴収する。徴収、難しい漢字ですが、こっちの漢字は N3 でも出てきてます。収、意味は何ですか？集めますの意味ですよね。そうそう、集めたり、いう意味だから、やっぱりお金を集めるってことです。で、徴収っていうのは、実はお金を集めるという意味なんですが、もうちょっと特別な意味で、国が集める、国が法律とかルールとか制度があるから、あなたは払わなければいけません、絶対に払わなければいけませんという意味でお金を集めるという意味です。とっても強い意味です。徴収しますって言ったら、いや私は払いませんとは言えないです。払わなければいけない。はい。だから徴収するは使い方は、例えば税金、タックスですね。税金を徴収するとかいう時に使いやすいです。徴収。税金とか、あとは手数料もありますね。例えば何ですか、カードの手数料とかクレジットカードの手数料とかそういうのです。絶対払わなければいけないものですね。はい。はい、じゃあ徴収することなので、絶対払わなければいけません。私たちね、富士山登るときで、通行料を支払ったかどうか、本当にあなたは払いましたかというのは、リストバンドを身につける。リストバンドだから手のところに何かこうテープみたいなもので、私はお金払いましたと人が見てすぐ分かるようにするんですね。それをつけて、それで確認することにしていますということです。はいね。というニュースでした。はい。ぜひ皆さん富士山登るときはね、この通行料を忘れず払わなければいけないのを忘れないでください。で、昨日話した YouTube でこの通行料をオンラインで払いますっていう話をしてます。詳しくはその昨日の YouTube 見てみてください。はい、見ればよくわかります。はい。じゃあ、知ってる言葉ね、あったかな？新しい言葉もぜひ覚えてください。はい、富士山本当に綺麗。この写真本当に綺麗ですね。はい。ということで日本に来たらどうぞ富士山登ってください。そしたら、皆さんもっと日本語を勉強したい人できますよ。ニュースを使って日本語を勉強することもできます。あとは N2、N1 の、聞いて
読む練習、はい、ちょっと今日の練習と似てますね、をやりたいという人できるし、ビジネス日本語も、私の YouTube チャンネルで勉強できます。これ全部私の YouTube チャンネルで見ることができます。そして JLPT の読解の勉強したい人 N2 と N1、はい、どうすれば合格できますかというの合格の方法を話しているビデオがあります。この中文のやり方というビデオです。はい、ぜひ見て、もうすぐ合格してしまってください。皆さん頑張ってください。はい、これは私のオンラインレッスンの中で見られます。はい、リンクは下に書いておきます。あとはプライベートレッスンもしています。Zoom レッスンです。皆さんが勉強したいこと何でも私が教えます。JLPT リーディング読解でも会話 EJU JLPT の文法漢字でもいいし、発音の練習とか何でも私教えます。N5 から N1 レベルまでどんな人でも教えます。はい、これも私のオンラインレッスンのリンクから見てください。今日のコメントのところにリンクを書いておきます。はい。ではまた一緒に勉強しましょう。